今日は素朴な疑問のコーナーについてやっていきたいと思います。国内線の座席指定、どういう風な形で指定するのがより快適に行けるのか、そのあたりを今日はお話ししていきたいと思います。今インターネットで ANA JAL も含めてシートマップという形でリアルタイムに見ることが可能です。チェックインした後でもオンラインのところで座席の変更というのも可能なケースというのは多いんですが、まず予約した時に空席が多い場合に関しては、基本的に僕なんか前方の窓とか、あと沖縄とかちょっと距離が長くてトイレに行く確率がある時なんかは逆に通路側を取るとか、そういった形で前方を取るんですが、基本的に飛行機が空席の状況を見て満席に近い場合はやっぱり前の方が乗ったりとか降りたりする時間の手間とかがあるので、もう前の方に行く方がいいのかなっていうふうには思っております。で、そこはもう早めに通路窓取れればそれで、もうそれしか選択肢はないということになってくるんですが、問題は乗ってる時とか、あとは比較的空いてる便の時にどの座席を選ぶのかっていうところなんですが、半分程度の搭乗率の場合でも、どうしても前方に予約が座席指定が集中するということがあります。ですので、明らかに空いてるときは僕は途中の3日前とか5日ぐらい前の段階で確実に1人で乗る場合という前提でちょっとお話ししますけど、隣が空いてる窓側から2席3席空いてるところを指定をするという形でやりますし、真ん中よりちょっと後ろ目の方が後から入ってくる率は低いかなというような感じがあります。定期的に毎日じゃなくてもいいですけど、乗る前の日とか2日前とかもう一回ちょっと見て、自分がじゃあ窓側通ってた時通路側まで人がいるのかどうか、ある程度埋まってくると今度窓と通路は埋まってるけど、3人掛けで真ん中が空いてれば、それでも全然快適度が違いますので、そういったところも含めてちょっとシートマップを常に見ながら、どこの席がベストなのかっていうことを考えて、あと隣が来ちゃった場合はもっと後ろの席にじゃあ空席があるんだったらそっちに動かすとか、そういったことも必要になってくると思うんですが、で今これANA と JAL のこの国内線の座席指定に関しては、マイレージの上級会員っていうので、マイレージのランクによってとか、あとマイレージを登録してない人によって座席が指定できる場所が違います。で、僕は今、ANA で言うと一番上のダイヤモンド会員ですけど、ダイヤモンドとかあとプラチナとか、スーパーフライヤーズとか、ANA で言うとなってくると、ある程度その普通のマイレージ番号入れてない人とか、平会員の人から見ると、もうそこ座席指定入ってるんだっていう風に表示が出るところでも、実は空いてるところがあって、人によってその窓側が取れたりっていうのもステータスによってはあるので、このイコールだから結局やっぱり上の会員になると座席指定する部分が多くなるし、一般会員だともう通路側とかあと真ん中挟まれたところしか座席指定できないっていうケースもありますので、空席が少なくなると結構一般会員結構厳しいところはありますけど、それでも頻繁に見て、それで最後決めるっていうのがいいと思います。で、どうしても自分の希望の座席が取れないときは、これダメ元の部分もありますけど、結構カウンターに行くと真ん中に挟まれてる席になってる、ちょっとじゃあ通路側か窓側かどっかないですかって聞く、たまにというかな率で出てくることがあります。例えば窓がない席であったりとか、そういったようなとことか、あとちょっとブロックしてる席がたまにあるので、そこを開放してくれるケースもあったりっていうのがあるので、自分の希望の座席が取れないときはちょっとカウンターで相談をしてみるというのも一つの手段なのかなっていうところがあると思います。で、あと、スカイマークだと一番前の1列目っていうのがフォワードシートって言って1000円の追加料金で当日だけ指定できるっていうちょっとケースもあったりとか、そういったサービスをやってるところもありますし、あと足元の広い非常口前っていうところもやっぱり上級会員が取りやすいとかっていうのもちょっとあるので、そういったところ座席できるできないはありますけど、最後当日空港は人的自動チェックイン機よりもカウンターの人に一応希望を述べて調整をしてもらえる場合というのもありますので、そういったところも含めて選んでほしいのと、あとはその乗ってる便はもう前方よりも絶対真ん中から後ろの方がそんな混んでなければ結局降りる時間っていうのも前の席と真ん中後ろの席とでそこまでは変わらないですけど、でも満席になると明らかにもう3分から5分ぐらい平気で変わってきますので、そういったところも含めて自分のいい席を見るということと、今インターネットで全てもうスマートフォンでリアルタイムの座席の空席状況見れますので、
そういったところを見ながら、隣が来ないようなところでやっていくという、そういったところありますし、あと中には2人で行く場合で3人掛けの場合は、通路と窓を取っといて、間が来てしまったらちょっと変わってくださいっていうふうにお願いして変わるというケースも、中にはそういった方もありますけど、混んでなければ逆に A、C を取っとけば B に来る確率が少ないので、2人で利用するときで3人掛けなんかは、端々で取っておくというのも一つの方法なのかなっていうふうに思います。そういったところで今日はちょっと素朴な疑問、国内線の座席の指定の仕方についてお話ししてきました。どうもありがとうございました。